ちは。南青山で、キットヴィンテージというお店をやっている木内と申します。よろしくお願いします。2年目です。去年の5月にオープンしました。5年前ぐらいから、僕は相方と2人でユーミー&キューティーっていう古着の YouTube チャンネルをやってるんですけど、で僕の名前はキューティーで、それをなんかもっと呼びやすくというか、あだ名みたいに呼んでもらえるお店の名前が良かったんで、ちょっと略してキットヴィンテージっていう名前にしました。でもなんかキットって一式みたいな意味もあったりして、なんかメディカルキットとか一式装備みたいな意味があるんで、服に関するというか衣類全般、一式いろいろ揃えられたらなっていう思いもありますね。メインはやっぱヨーロッパヴィンテージが置いてあります。買い付けもフランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、あと最近はイタリアとイギリスあたりまでもうヨーロッパは行けるとこは全部行こうかなと思ってますね。まだ行ってない土地もいっぱいあるんで、なんかそれだけまだヨーロッパヴィンテージの伸びしろはあると思うんで、どんどんそういった国を増やして、買い付けできる幅も増やせられたらなと思ってます。はい、じゃあ2階に行きましょう。こちらです。手前の部屋になります。こんなお店です。店のイメージは何ですかね。僕の奥さんにはなんかホラー穴みたいって言われてますね。結構ごちゃごちゃっとしたブティックが好きなんですよね。綺麗に並べられてるお店よりも掘らないと何も見つかんないようなブティックが好きで、なんか底が知れないというか、なんかシンプルで凝縮してるのもいいんですけど、なんかごちゃごちゃしていいかなって最近思ってます。このラックはでも青系ですね。あとは今夏なんで夏っぽいものをかけながら、結構来た方におすすめしてるのはオランダ軍のトレーニング T シャツですね。ボディはネイビーなんですけど、リブはブラックでリブがついてて、で補強されてるんでめちゃめちゃ着倒してもよれてこなくて、生地もちょっともちっとしてて着心地よく着てもらえますね。僕はもう毎日着てますね最近。これはいい T シャツですね、かなり。僕無印が好きなんですよ。無印が好きなんで、なんかいらないんですよね、何も。プレーンがいいんですよね。なるべく何も印がないんでシンプルで使いやすいなと思って。でなんか僕プリント T 全く着ないです。基本無地ばっかりですね。でもヴィンテージって経年変化によって、結構個性出るじゃないですか。なんで、何も印がなくても一点一点違いますよね。一点物も多いし、なんで勝手に古着を着てると無地で集めても勝手に個性は出てくると思いますね。そうですね。モールスキンももう完全に素材ですよね。シンプルで当時のワークウェアなんで、大量に作られてたんですけど、当時着てた人がどんぐらいの頻度で着てたりとか、あとどこのメーカーが作ったりとかも違うんで、結構一点一点個性があります。なんか同じものはあんまりないような気がしますね。時間が経ってこうやっていろんなバリエーションある色に変化してるのが面白いですよね。真ん中がパンツコーナーです。ちょっと今時期的にショーツとかが多いんですけど、イタリア海軍のグルカショーツ、この辺はアンダー1万円なんでかなり買いやすいですね。まだの割にはもう見つからなくなってるんで、腰のデザインがいいですよね。ダブルバックルになってて、今日も履いてますね。そうだ、割とワイドに広がるんですけど収まりがいいというか、丈感も膝丈ぐらいで今気に入ってるショーツですね。なんかでもヴィンテージって言っちゃえば今生きるのに結構めっちゃ便利な機能が備わってるわけじゃないですもんね。けどやっぱりなんか今ないものが詰まってて、それがやっぱ魅力ですよね。でこってとかを言いながら、トラックジャケットとかを集めたり、トラックジャケットもノーブランドなんですよ。ノーブランドというかマイナーブランド、いわゆるアディダスとかプーマとかナイキとか、なんか今有名じゃないメーカーの60年代とか70年代とか集めてますね。これとかも
一見なんかアディダスに見えるんすけど、全然よくわからないメーカーが、でもアディダスも集めてます、ちゃんと。でもそれ以外にもいいメーカーがものがあるよっていうのを提示したいというか。でもそのよくわかんないメーカーが作ってるからこそのデザインとかもあるじゃないですか。なのでそういうのが楽しいですね。これとかもアディダスっぽいんですけどね。でも、これも多分ドイツだと思うんですけど、こういうちょっと聞いたことないメーカーだったりしてて、ただ物はめちゃめちゃいいんですよね。多分60年代とか70年代ぐらいだと思うんですけど、これで1万3000円ぐらいです。でもデザインとかに、あとお気に入り度によってちょっと幅はあります。多分9900円から1万5000円ぐらいまで幅広くあると思います。あとはこっちはワークジャケットいろいろ置いてます。ドイツ、スイス、フランス、あとイギリスとか。でもやっぱ買い付けの時に結構お客さんの顔が見えるというか、その買い付けの時にこれあの人買いそうだなっていうので買ってきたものを本当にその人が買ってくれた時とかはおおってなりますね。やっぱ南青山でちょっとひっそりとやってる分、そんなめっちゃ多くの人が来てくれるわけじゃないんで、お客さんがいて、でその人たちにフィットしそうなものを買ってきてはいるんで、大体結構予想をしながら買ってきてるというか、なんでたまにそういうがっちりフィットするタイミングがあります。それは嬉しいし、すげえってなりますね。今はちょっと最近変えたっていうのもあるんですけど、フランス軍のパラシュートジャケット、1950年代の TAP4753 っていうパラシュートジャケットの結構古い形のものですね。でこっちが TAP4756 っていう個体です。差はこんな感じで、コンディションも違うんで、このフェードの感じは違うんですけど、下のポケットが斜めになってたり、こっちは水平なんですけど、こっちは斜めになってて、斜めの個体はその47年から56年までしか作られてないんで、圧倒的にポケットの斜めのタイプがかなり珍しいですね。パラシュートジャケットって何なんですか？多分空からの援護だったり、あとはパラシュートで上陸して任務を遂行する部隊ですかね。時代的に飛行機が発達して、そういう空からの攻撃ができるようになった時に多分力入れてたと思うんですよね。なんで面白いものが多いです。デニソンスモックとかも有名なんですけど、いやこれ見た目よりも着るとめっちゃかっこいいんですよね。これ着ますか。これはもう自分用にしたいぐらいサイズが抜群にいいんで、こんないいサイズないんですよね。結構もっとでかかったりとか、正直売れなくていいかなと思ってますね。結構そういう珍しいもの買ってきて、自分も楽しむし、でそれでお客さんも楽しんでもらえてぐらいの感覚で買ってきてますね。